こんにちは、月島です。前回開封レビューした RME Fireface UCX2 のディスプレイ周りの使い方などを私の使用する範囲で簡単に見ていきたいと思います。目次です。UCX2 をラックに設置する、初期設定について、ディスプレイ周りの使い方、旧モデルとの操作感などの違い、最後にまとめと次回予告です。それではラックに設置されている UCX を取り外して UCX2 を設置したいと思います。設置できました。私の場合はもともと旧モデルの UCX を使用していて最新のドライバーをインストールしていますので UCX2 は接続して電源を入れるとそのまま使用できました。初めて UCX2 を使用する場合は最新のドライバーをダウンロードしてパソコンにインストールします。オーディオインターフェースの電源を入れると TotalMixFX というソフトウェアが起動します。このソフトウェアでオーディオインターフェースの入力や出力などを基本的にコントロールします。TotalMixFX を初めて見たという方は以前ゼロからの TotalMixFX という動画を公開していますのでそちらをご覧ください。それではディスプレイ周りの使い方を見ていきたいと思います。バリューノブです。何もせずに回すと TotalMixFX のメインに設定しているボリュームを操作できます。私はヘッドホンをアサインしていますのでヘッドホンのボリュームが 0.5dB 単位で動きます。またバリューノブを 0.5 秒押すことによりグローバルレベルメーターとアナログレベルメーターの2種類の表示を選択できます。そしてバリューノブをさらに長押しすることでオーディオインターフェースの電源を切ることができます。バリューノブを押すと電源が入ります。旧モデルでは電源スイッチが背面にありラックに組み込んでしまうと動かせなかったので UCX2 は前面パネルで電源を操作できるのは良いと思います。他にバリューノブはパラメーターの選択・決定をする役割もあります。マイクゲインボタンを押すと入力1から4のゲイン操作とオートセットの設定ができます。バリューノブを回すことで設定する項目を選択し、押して項目を決定後、ゲインなどの数値を調節することができます。レックプレイボタンを押すとレコードプレイバック画面になり、録音や再生ができます。もう一度レックプレイボタンを押すと設定画面に入り、各種設定ができます。また、TotalMixFX の画面でも変化が見られます。右下に DU レコーダーという項目が追加され、録音や再生、各種設定をここでも操作できます。レコードビューというボタンを押すとフェーダーが変化します。ハードウェアインプットとハードウェアアウトプットの各チャンネルの各種設定やエフェクト操作などが行えます。設定できる項目がとても多いので細かい内容は割愛します。UCX2 はスタンドアロンでも操作ができる仕様になっている感じです。
セットアップボタンを押すとコントロールルームやクロックなどの各種設定、リバーブの設定などが行えます。次は旧モデルとの違いを見ていきたいと思います。ノブの操作でできることが旧モデルから大きく変わりました。旧モデルは1から4の入力チャンネルのゲイン操作、出力チャンネルの音量操作ができる感じでした。UCX2 はノブとディスプレイ左の4つのボタンを使用してトータルミックス FX の大体の操作や設定が行えるようになっています。ただミックス作業時にヘッドホンとモニタースピーカーの出力を切り替えながら素早く操作したい時などは旧モデルの方が操作しやすいです。UCX2 だとミックスボタンを押してトラックを選択した後にアウトプットを選択してからノブで音量調節をする感じですのでアクションが増えてしまいました。素早く操作するには以前レビューしたARC-USB が必要になると思います。次はまとめと次回予告です。まだ開封して細かい設定を調整している段階ですので数分くらいしか UCX2 の音を聞いていませんが旧モデルと比較すると音像や音量感が変わりさらに音がよく見えるようになった感じがしています。ステディクロック FS 回路が搭載されたおかげもあると思います。私にとっては自分の用途に合ったベストなオーディオインターフェイスです。次回はトータルミックス FX の DSP エフェクトやエフェクトの掛け取りの仕方などについて見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。